さらっと歌ってるようで、実は細かいところまでものすごく意識して歌ってるのが嵐の歌のすごいところだと僕は思います。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐ライブツアーアンタイトルより抱擁、こちらのですねライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ5月はですね、嵐の歌声分析動画強化月間となっております。100件以上のですねリクエストをいただいた中から今回は抱擁の方を選ばさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかったですね。もうすぐに本編始まるんですけれども、動画の内容気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録、高評価、ハイプの方よろしくお願いします。それでは早速、嵐抱擁歌声分析 GO！うわーかっこいい出だしからめちゃくちゃかっこいいですね。そしてこのね大人っぽい雰囲気がまた癖になりそうな予感で、出だしはじゅんくんのフェイクなんですけれども、めちゃくちゃかっこいいですよね。でこのかっこいい理由としては、歌声ももちろんかっこいいんですけど、それ以上にリズムなんですよね。歌い始め一発目の音にですねアクセントを置いてるんですよ。強く歌うっていうかね、普通にワンツースリーフォーイエーって歌うんじゃなくて、ワンツースリーフォーイエーなんですよね。これ違い分かりますか？違いは何かっていうと、歌い出しの音の前にですね休符を作ってるんですよね。もう一回確認してみましょうか。かっこいいですよね。で、休符って何かっていうと、ちっちゃいつなんですよね。先ほど最初にやったのは、ワン、ツー、スリー、フォー、イエーイ。ちっちゃいつを入れてないんです。でも僕が2回目にやったのは、ワン、ツー、スリー、フォー、イエーイなんですよね。大げさにやると。歌い出し一発目の音の強さが変わってきますよね。このちっちゃいつを入れることによって、パワーのためができるんですよ。だから自然と違和感なく強い音に変わるんですよね。これがねかっこいい。カモンカモンの最初のところもですね、ちっちゃいつカモンカモンって歌ってるんですよ。だから両方リズムのね躍動感がものすごいですよね。出だしからかっこよすぎて熱く語ってしまいました。えい、かっこいい。あいもうごめんなさい、テンションが上がりすぎてなんか変な声出ちゃいましてね、はいとか言ってね、すごい大人っぽくて、なおかつちょっと物悲しい雰囲気があるじゃないですか。この曲調大好きですね。で前回のシュガーの時にすごいなって思った相葉くんの裏声をですね、このタイミングでも聞くことができました。相変わらずものすごく美しい音色ですよね。今回の抱擁は先ほど言ったリズム、ここがですねものすごくポイントになってくるかなっていうふうに思います。前半全員で歌ったじゃないですか。全員で歌っているにもかかわらず、リズムのアクセントの位置だったり、先ほど言った休符、ちっちゃい「つ」ですね、この位置がですねぴったり揃ってるんですよ。さすが嵐、チームワークがすごすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほらかっこいい。最高ですね。やばすぎました。ララララララとは歌ってないですよね。タラタタラタみたいな感じじゃないですか。こういう風にスキャットで歌うと、どこにちっちゃい「つ」が入ってるかっていうのが分かりやすいと思うんですけど、でリズムがグッと効いた前半の後にですね、相葉くんのこの流れるような美しいフェイク、も最高の流れですよね。いい。で今聞いた二回し目、さっきのちっちゃい「つ」の話を聞いてから嵐の歌声を聞くと、あ、休符入ってるっていう風に気づくことができたと思うんですよね。さらっと歌ってるようで、実は細かいところまでものすごく意識して歌ってるのが嵐の歌のすごいところだと僕は思います。もう一回聞いてみましょう。
で、今の相葉くんの「おーイエー」っていう風に手でこうね、バシッバシッって決めた動きをしたと思うんですけど、ここにですね、声のアクセントもしっかり合わせていたんですよね。身振り手振りをすることによって、その部分って音が強くなりやすいんですよね。プラス僕が見た感じでは、相葉くんはそこに意識的に音を強くしてるような雰囲気も感じ取れたので、狙ってこのね、強いかっこいい歌声で歌ったんじゃないかなって思います。で、相葉くんの相変わらずこの鼻に抜いた声の音色作りがたまらないですよね。ものすごく甘い雰囲気があるし、で、うっすらとこう混ざった空気感、ウィスパーボイスって言うんですけど、この空気感がですね、耳に優しくて、ものすごく聞いていて心地いいです。ちなみに鼻の中の音色をですね、鼻腔共鳴って言います。今の大野くんのパートなんですけど、前半と後半でですね、声の音色を変えて歌っています。前半は鼻の中に入れた鼻腔共鳴中心なんですよね。甘い声質作りというか。で、後半はですね、鼻の音色を少し落として、口の中のですね、口腔共鳴ってところの音色をメインで使ってます。口腔共鳴の役割としてはですね、言葉の輪郭をですね、くっきりさせたり、あとはですね、日常会話で話している時の声の音色に歌声を近づけることができます。その声質の変化、注目してもう一回聞いてみましょう。前半がララ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 、こういう感じに対して後半がラララララララ、こういう音色に変わりましたよね。こういう風に声の音色を変えることによって前半と後半で感情の変化、これを表現したんじゃないかなっていう風に思います。さすがですよね、大野くん。で、口腔共鳴に変えた瞬間にですね、一瞬ラー、こうザラザラって音が入っていたと思うんですけど、これエッジボイスって言って、ここに仮声帯っていうところがあるんですけど、ここを使って出した音をですね、フレーズの前に一瞬入れることによって切ない雰囲気を強調しています。いいね。かっこいい。さっき聞いて音域によって声の音色成分を大野くん変えているのかと思ったんですけど、そういうわけでもなさそうですね。今のポイントを聞いた感じ。全体的にはですね、鼻の音色中心なんですよね。甘さを表現しています。で、最後の最後、この辺でですね、口腔共鳴の音色に変えて力強い歌声に切り替えてるんですよ。で、ロングトーンのところはですね、細かいビブラート、ちりめんビブラートっていうんですけど、これを使って余韻を表現してますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。ほらほらほら。このままってなってますよね。ここの余韻たまらないですよね。で、個人的に今の大野くんのフレーズで一番好きだったポイントは、見つめないで。ここですね。めちゃくちゃ切ないような、寂しいような感情を込めた歌声。ここでね、一気に心を持ってかれました。いいね。ここは最後の最後で二宮くんがソロで歌うパート。それまでは全員で歌ってんのかな。で、二宮くんの歌い方がめちゃくちゃワイルドでかっこいいですよね。全体的にちりめんビブラートを使いながら歌ってるような感じがします。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。最初のここかっこいいですよね。ここでしゃくりっていうテクニックを使ってるんですよね。ちょっと目的の音から低い音から始まって、みたいな。この音の上昇具合がですね、めちゃくちゃかっこよかったです。で、声の音色バランス的にはですね、胸の胸腔共鳴。ここがですね、メインかなっていうふうに思います。主に声の太さをですね、コントロールするポイントだったり、声のパワー感をコントロールするポイントだったり、歌声のですね、土台って言われてます。
胸腔共鳴をですね、支えにして、その声を少しだけ鼻に入れるような、そんな感じの発声法かなっていうふうに思います。超かっこいいですね。かっこいいですね。一番僕の中でインパクトが強かった歌声は、最後の声ですね。あーみたいな感じで喉の奥を広げたような体の使い方で出した歌声。この体の使い方はですね、ポップスとかよりもオペラとかクラシックの声の使い方に似ているんですよ。ただ歌の中ではこの喉を広げた発声方法、こちらの方が良しとされています。喉を広げた方が声がものすごく響くし、喉に負担がかかりにくいんですよね。びっくりしました。で、声の音色のバランス的にはですね、胸腔、口腔、鼻腔、これらをまんべんなく使っていて、やや鼻に比重を持っていったって感じかな。で、最後のロングトーンのところだけは口腔共鳴ですよね。喉の奥を広げて口の中の音色を増幅させたような。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。前半はワイルドに歌っていて、後半のロングトーンのところで喉を開いた声の使い方、これもね、かっこよすぎる流れですよね。なんか久保田利伸さんみたいな声の使い方かなっていうふうに思いました。声の魅力をですね、たっぷり表現する時って久保田利伸さんってあーみたいな感じの声使うんですよね。いや、サビのメロディーたまらないですね。めちゃくちゃ心に染みるというか、この雰囲気にですね、酔ってしまいそうな、そんな感じありますよね。で、全員で歌ってるところから、今回は大野くんでしたけど、ソロになった瞬間の声の注目度っていうか、引きつける歌声の魅力がすごいなっていうふうに思います。声の存在感がすごいっていうかね。むしろ全員で歌ってるところよりも、ソロで歌ってるところの方に注目しちゃうっていうか。ほら、やっぱり相葉くんのところでもソロになった瞬間にやっぱグッて引きつけられますよね。やっぱり嵐のメンバーって一人一人の歌声の個性がですね、強力すぎるんですよね。これいい意味で言ってます。全員で歌ったところの一体感だったりパワー感もものすごいんですけど、それ以上にですね、一人になった瞬間の歌声の個性の輝きもですね、すごすぎるんですよ。だからこういった現象が起きるんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に推測してるんですけど、じゃないと説明がつかないかなっていうふうに思います。もう歌声分析では解明できない嵐のメンバーの歌声の魅力かな。いい。今のメロディーめちゃくちゃ好きですね。で、ここの部分の二宮くんはですね、鼻に入れる声の量ちょっと増やしたんですよね。歌声の雰囲気が少しだけ少年のような感じになったと思うんですけど、鼻の中の声の量をですね、増やせば増やすほど歌声って幼くなっていきます。可愛らしくなっていくっていうか。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほら。で、下ハモリで淳くんが歌っているっていう感じのシーンかな、ここは。間違っていたらぜひ、嵐のファンの皆様、コメントでね、フォローの方していただけたらなっていうふうに思います。この印象に残る美しいメロディーとこのゆったりしたリズム感がたまらないポイントですよね。超かっこよくない？このハモリのパターンを通称下ハモリって言います。で、下ハモリの特徴としては、ハモっている音色にですね、パワー感が生まれるんですよね。すごく力強く聞こえるっていうか。でもデメリットとしては、全体的に重いずしっとした雰囲気が出てしまうのが下ハモリのデメリットなんですけど、一般的にはね。ただ今のところ、その重さがですね、全く感じられないんですよね。これすごいなって思って、こんな綺麗な下ハモリ初めて聞いたかもしれないです。もう一回聞いてみましょう。音量バランスかな。これはあくまで僕の推測ですけど、すごく小さい声量でマイクに声を入れてる可能性が高いかなって思うんですよね。
その下ハモリの重い感じっていうのは主にハモリパートの低音部分の音色なんですよ。だから声量を下げれば下げるほど低音の音色も小さくなっていくじゃないですか。おそらくじゅんくんがそういう風に声量をコントロールして下ハモリで一番綺麗なハーモニーを届けられるようにしたんじゃないかなっていう風に推測します。ハーモニーもメインメロディーとハモリの音量バランスによってだいぶ響きの雰囲気も変わってくるんですよね。嵐のことだからその辺までコントロールしてやってるんじゃないかなって思うんですよ、僕は。この裏声に行くところかっこいいですよね。かなりビートが強い流れできて一瞬ふわっとこういい意味で気が抜ける瞬間があるっていうか、優しさを感じれるポイントっていうかね。この裏声があるとないとじゃあ全然変わってきますよね。いいね。素晴らしいね。で、今の桜井くんのポイントもですね、鼻の鼻腔共鳴がかなり強い歌声かなっていうふうに思います。本当にみんないろんな歌声をコントロールして感情表現しますよね。これがすごいなって思って、そのシーンに合わせた歌声を自分でチョイスして使っているみたいなね。力強い歌声を使うときは胸腔共鳴をメインにするし、今みたいな優しく表現したいポイントは鼻を中心にするしみたいな。もう一回そこ注目して聞いてみましょうか。ほら。で、桜井くんが歌い終わった後の全員で歌ったところの音の力強さね。バンド全体がですね、ここでは決めって言われる同じリズムで演奏するポイントなんですよね。ダッダッダッダみたいな。で、バンドのサウンドとしてはものすごく力強い雰囲気を表現するポイントなんですよ。その決めに対して嵐のメンバーの歌声もですね、アクセントを乗せているので、楽曲全体のパワー感がえぐいことになってますよね。めちゃくちゃかっこいい。おう。桜井くんのラップなんですね。で、ラップになると先ほどから言ってるリズム的な表現がですね、ものすごく影響してきます。メロディーがないので、やっぱり言葉の発音の仕方だったり、リズムの付け方、ちっちゃい「つ」ですね。この辺がですね、ものすごく重要視されるんですけど、ここで桜井くんはどうやってリズムのかっこよさを表現してるかっていうと、全体的に音を切ってるんですよね。これスタッカートって言います。そこ注目して聞いてみましょう。ほら。タッタタッ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 タみたいな感じになってますよね。そこまで激しく音を切ってる感じではなくて、さりげない感じなんですけれども、このぐらいの音の切り方でもフレーズにですね、躍動感が生まれてきます。プラス歌詞の子音を少しだけ強めに発音してるのかな。スタッカートと子音の発音、このダブルでですね、かっこよさ表現してましたね。最初はスタッカートだけかと思ったんですけど、すいません、訂正します。今のポイントの方が先ほど言ったスタッカートと子音の強弱、この辺が分かりやすいかなっていうふうに思うんですよね。先ほどよりも激しく音を切ってるし、子音も強く発音してるポイントでした。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、経験のところとか特にそうですよね。めちゃくちゃかっこいい。この音を切るって僕の話を聞いてると簡単に聞こえるって方もいるかもしれないんですけど、実際音を切りながら歌うって慣れるまで相当大変なんですよね。自分の中でこれが本当にいいかどうかっていうのがですね、判断できないんですよね。で、慣れてくると自分の歌声とバックのサウンドがうまく絡んでかっこいい雰囲気が出てるっていうところに気づくことができるんですけど、最初は本当にこれでいいのかっていうふうにね悩みながら練習した記憶があります。僕桜井くんもそういう時代を経てこのかっこいいラップをゲットしたのかななんてね思うとちょっとほっこりしますね。いいね。こういう風に絡んでくんのね。なるほどね。めちゃくちゃかっこいい。で、声が重なる瞬間はですね、これオクターブって言って、高いフレーズと同じ音なんですけど、1オクターブ低い音。この2パートでですね、歌われているんですよね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの上のドと下のド。この音関係をオクターブって言います。もう一回聞いてみましょう。
ほら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 。よく聞くとオクターブなってますよね。多分下のパートはジュン君なのかな。僕が今まで歌声分析をした嵐の楽曲は割とこういうオクターブのポイントは低音部分ジュン君担当することが多いかなっていうふうに思うんですけれども、縁の下の力持ち的なねパートなんですよね、低音部分っていうのは。ただそこが安定しているからこそこういったフレーズはですね、高い音域の歌声がきらびやかに聞こえるんですよ。かっこいい。これかっこいい。まあ僕ちょっと前髪かかって目見えなかったけど、これめちゃくちゃかっこいいですね。観客席からもキャーっていう声が聞こえましたもんね。わ、いい。オクターブから今度はハモリに行くっていうね。もう歌声での表現力のバリエーションが本当にすごすぎますよね。もうできないことなんかないんじゃないかっていうふうに思っちゃう。それぐらいすごいですよ。今のハモリのとこもう一回聞きましょうか。かっこいい。熱い。で最後は大野くんなんだ。なるほどね。めちゃくちゃかっこいいですね。でこのハモリのところをあえて感情を込めないで歌ってるっていうところもポイントですよね。いい意味で無機質な雰囲気がする流れでこう来て、大野くんのソロになったところで感情を大爆発させた歌声に持っていくっていう素晴らしい流れですよね。でこっからサビが来んのかな。楽しみですね。やばいね。このブレイクすぐサビが来るのかと思ったら、大野くんの後に相葉くんが歌ってブレイクからの爆発したサビ。なんだこの流れ、やばすぎますね。もう一回見てみましょうかね。めちゃくちゃかっこよかった。かっこいい。いや、リクエストありがとうございます。毎回言ってる気がする。めちゃくちゃかっこいいですね、どの曲も。で、サビのメロディーを歌っている上で、二宮くんかな、フェイク歌ってるじゃないですか。もうこういう流れ大好き、僕。なになにこういう感じ。メインメロディーがあって、歌で畳みかけていくような流れなのかな。いや、これは先が楽しみですね。あ、そっか。フェイクはあそこだけだったのかな。その声が畳みかかっていくみたいなポイントは。でもあそこで一回ガンって山場を作ってから徐々にフェードアウトしていくみたいな雰囲気作りでこういう感じになってんのかな。やっぱりよそとは違うような表現方法をしますよね、嵐って。だいたいこの手のパターンできたら最後の最後までこうグワーって盛り上げていってアウトロになってシュンとするみたいな感じなんですけど、声でここまでの表現をしているグループっていないですよね。いや素晴らしすぎますね。あ、いい。あ、そういう流れね。なるほどね。僕の予想がことごとく外れていて皆さんには申し訳ないんですけれども、こういう感じね。なるほどね。やっぱり僕の頭の中にある一般論がですね、嵐が歌声で表現する部分にですね、なんか通用しないですね。斜め上を行っている表現方法を行っているというか、これはものすごくいい意味で言ってます。もう聞けば聞くほど嵐の凄さがですね、伝わってきますね。かっこいい。この追っかけもやばいね。本当にすごいですね。もうニヤニヤが止まらないですよ、今回も。どの曲も魅力大爆発ってやばくないですか、嵐。いや、ほんと尊敬しますね。いいね。この一瞬引きの絵になったのがですね、僕はすごく嬉しかったですね、今。ステージ全体のね、きらびやかなセットが見れて、その中心で歌っている嵐の5人がね、いっぺんに見れるっていう。
何回かここまでにそう引きの絵あったと思うんですけど、歌声分析に夢中で映像の方を見る余裕がなかったんですよね。なので最後のこのポイントで全体の雰囲気が見れてすごく嬉しいなって思います。あ、そういう感じ？このかっこいいフレーズでガンガン押していくポイントだ。で、最後は一人になるのかな、なんかそんな気がするんですけど、僕の今回の動画の予想がですね、ことごとく外れてるから、自信がないんじゃないんですよね。聞いていきましょうか。まあそうですよね。全員で歌いますよね。なんか僕は最後一人になって、スッとこうね、静かに曲が終わっていくっていう雰囲気をですね、想像したんですけど、今回本当に僕の予想がことごとく外れてしまいましたね。ただね、ものすごくかっこよかったです。以上、嵐、法要、歌声分析はここで終了です。いやー、今回もリクエストありがとうございました。やっぱりライブ映像っていうこともあって、音源ももちろん素晴らしいんですけど、やっぱりライブでパフォーマンスをして歌ってる嵐の歌声の方が気持ちが入ってるかなっていうふうに思うんですよね。そして何よりやっぱり嵐はライブですよっていうふうに言ってくださってる嵐ファンの方がすごく多いので、今回もですね、ライブ映像の歌声の方を分析させていただきました。僕の中でね、これはね、大正解だったなっていうふうに思って、めちゃくちゃかっこいいし、もう魅力がですね、バシバシ伝わってきますよね。なので5月の嵐強化月間ではですね、ライブ映像がある楽曲に関しては、ライブ映像の歌声を分析して皆さんにお届けしたいなというふうに思います。何より僕がね、見たい嵐のライブ映像なのでおすすめのですね、嵐の楽曲ございましたら、まだまだリクエスト受け付けておりますので、ぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。今後も嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。